こんにちは、さきです。今日は私たち家族がしているホームスクールについてお話ししたいと思います。ホームスクールをしているっていうと、どうしてホームスクールを始めたのとか、ホームスクールをどういうスケジュールでやっているのとか、いいところは何、逆に大変なところは何みたいな感じで質問を受けます。なので今日はそれについて、お話ししていこうと思います。で、動画のね初めに言っておきたいのが、この動画っていうのは、ホームスクールが絶対的によくって、学校、公立とか私立とかの学校に行くっていうのがダメっていう動画じゃ全くないです。ホームスクールを選んだのも、私たちの環境だったりあとは、その息子のね自身のことを考えた時に、私たちが取れる決断としてそれがベストだと思って選んだことなので、決してホームスクール以外がダメっていう動画ではないので、それはその上で話を聞いてくれたら嬉しいです。で、まずはホームスクールを選んだ理由なんですが、息子は今5歳で、アメリカだと幼稚園にあたる年なんですね。アメリカは幼稚園が1年間あって、でその後、小学校っていう風になるんですけど、私たちの町にも素晴らしいね、幼稚園が、公立の幼稚園があって、そこに行かせることもできたんですが、私たちはもう幼稚園からホームスクールをしようって、決めました。私たちがホームスクールを選んだ理由で一番大きいのが信仰の理由です。私もね、夫もクリスチャンで、だからこそやっぱり子供にもイエス様のことを知ってもらって、そしてイエス様を本当のね主として受け入れて救われて、で救われるだけじゃなくってイエス様のいいしもべになってほしいっていう思いがあります。でそれを考えた時にやっぱり私たちが何を教えれるか選択できる、決められるホームスクールがいいなって思ったんですね。でホームスクールがねいいなってなって、でも実際それをね私たちが本当に実現できるのかって考えた時に、今夫がね在宅で、私も仕事がとってもフレキシブルで、そうなった時にお互いにすごい協力して教えることができるなって思ったんですね。時間を分担したりして。そうだから決して私だけがもうずっとついて教えなきゃいけないってならないっていうことだったり、やっぱりあとどうしても週5日毎日子供に寄り添って教えることはすごく尊いと思うんですけど、それを考えた時に正直私は大丈夫かなみたいな、疲れないかなっていうのがあったんですね。でも幸いなことにこの町にはそのホームスクールを選んだ子に向けての学校サポート機関っていうのがあって、息子を週2回は学校に行かせて、先生から学んだり生徒とのやり取りの中で学んだりっていうこともできるっていうのを知って、それだったらぜひホームスクールやってみたいなと思ったし、できるって親として思えたんですね。ホームスクールのスケジュールについては、先ほどもお伝えしたように週2日は、息子はそのホームスクールの子に向けた学校に行っているんですね。なので先生とか生徒さんもいて、その中で、勉強をしています。でそれ以外の、3日間は実はその学校がその5日間分の週ね5日間分の
その学校の時間も含めたカリキュラムっていうのを毎週出してくれます。なので基本的にはその学校以外の時間はそれに沿って、勉強をしていきます。宿題もねあるんで一緒に宿題も取り組みます。でももちろんその学校っていうのはあくまでチューターっていう立場なんですね、学校は。だから私たちは私たちで子供に教えたいことっていうのは決めて、その時間を学校がある日でもね毎日とって、教えるようにしています。だいたい1時間15分ぐらいですね、マックス。それぐらいの時間は、私たちが選んだものを教えているっていう感じです。一日の流れで言うと、朝8時から、1時間15分ぐらいかけて私たちが決めているカリキュラムをします。で休憩を、少しねとって、その後から、学校が、進めてくれているそのカリキュラムに沿って、学習をする、宿題をしたりするっていう感じです。で学校がある日は、8時半から2時半までなんで、もう2時半に迎えに行ったら、その後はもう大体天気が良かったら公園に遊びに行って、じゃあ結構その学校の子たちとかがいるんですねそうだからそこで友達ができたりして、そのねお友達とかと、外時間を楽しんでいますね。やっぱりホームスクールを考えてる方で一番心配されているのが、その子どものねソーシャルスキルが育たないんじゃないかっていうところだと思うんです。そういうのをやっぱり私はよく聞くんですけど、そこに関しては本当に親の努力次第だなって思います。じゃあ息子がソーシャルスキルが今ねホームスクールしていてないかって聞かれたらめっちゃあると思うんです。でもそれはすごい小さな頃から公園にもうずっとね連れて行って、息子も全く知らない人とか、もちろん友達もいたりするんですけど、行くたびにいろんな人と遊んで、あとはスポーツねチームに入ったりして、そこでもそのスポーツを通して人と知り合ってね、一緒に練習したりしてとか、あとは教会はもう毎週ね少なくとも週に1回あって、教会に行ったら子どもたちは子どもたちでまとまってねこう学んだり礼拝したりするような環境なので、やっぱりそういう環境がホームスクールをしていてもあったわけですよ。今もあるわけですね。そうだからホームスクールをしているからソーシャルスキルが育たないっていうことはないと思います。ホームスクールをしていても学校に、行かせてなくてもその分やっぱり親が子供がね他の子供たちと、他の大人と触れ合う機会を与えていれば育たないっていうことはないんじゃないかなって思います。で周りの、尊敬するそのホームスクールをされてるねお母さんたちを見ても、やっぱりそこにすごい気を使ってるし、すごいそこに対して努力されてるなっていうのを、私自身は思います。最後にホームスクールをしていて、いいところ、そして大変なところっていうのを、リアルなところですね話したいと思います。まずはいいところからお話ししたいと思うんですが、一つ目は親と子供が時間をマネジメントして使うことができるっていうところです。私たちは1日単位ではなくって5日単位で、タスクを決めているんですね。なので今日ねたまたま晴れました。もうずっと雨が続いていて、今日たまたま晴れましたってなった時に、今日はもう天気がすごいね久しぶりに良くなったから外でたくさん遊ぼうっ
って言って、もう今日ねやる分はまた明日に持って行って、今日は思いっきり公園で体を使って遊ぼうっていう風にできるわけですね。で次の日になったら昨日の分をやったりして、でそうやってこう調整しながら5日間でやり終えるべきことはちゃんとやり終えるわけですよ。だから自分たちで時間を調整しながらもやるべきことはしっかりやるっていう、その感じがすごい私はいいなって思ってます。いいところの2つ目は、子どもの学習に対してすぐにフィードバックを与えることができるっていうところです。子どもと一緒に勉強していると、ここは分かってるけどここはちょっと微妙そうだなとか、よく分かってないんだろうなっていうそれが分かる時があるんですね。で分かっているなっていうことに関しては、よく分かったねとか、すぐそこに褒める、そのフィードバックを与えることができるし、微妙そうだなっていうところに関しては時間をとってそこを一緒にね練習したり再度学んだりっていうことができるわけですよね。いいところの3つ目は、子どもの興味関心に寄り添えるっていうところです。一緒に勉強していると、子どもの興味関心が今これに向いたなって分かる時があるんですね。でその時にもうすぐね次みたいな感じで行くんじゃなくて、向いたなって思ったらさらに、そこを深掘ってみたり実験をねしたりとかって、その子どもの興味関心に応じて時間を使って学んでっていう、それができるわけですね。でそれを通してやっぱり子どもは学ぶって面白いなっていう感覚を味わえると思いますし、やっぱりその自分の興味が向いてる中でさらに学ぶことで知識がやっぱり定着よりしやすくなると思っているので、そういうことができるのはいいなって感じています。逆にホームスクールをしていて大変だなって思うのは、誰に見られていなくても時間管理、タスク管理っていうのを継続的にやっていかないといけないっていうところです。やっぱり子供は親の時間、タスク管理をしている姿を見て、時間を守るって大事なんだな、タスクを丁寧にするっていうのは大切なんだな、継続的に物事をするって大切なんだな、そういったことをやっぱり親の姿から学ぶと思うんですね。いくら私が口でねいろいろ言っていても、大人である私が時間管理、時間を守らない、タスクを管理できていない、勉強をする日もあればしない日もあるみたいな状態だったら、当然子供も大人もできてないんだから子供もできるようにならないですよね。なので一番一日の中で一緒に過ごす大人としていいロールモデルであれるように努力し続けないといけないっていうのは結構大変ですよね。もちろん私自身全く完璧ではないし、今週時間管理うまくできなかったな、タスク管理できなかったなっていう日もたくさんねあるし、その度に反省してっていう感じなんですけど、そうやってでも反省しながらもやっぱり日々いいロールモデルであれるように、頑張り続けるっていうのは大変なところでもあり、でもこのホームスクールをしながらそれを通して、母として一人の人間として成長できるその機会になってるなって思います。だから感謝なことでもあるんですね。もう一つ大変なところはやっぱり英語で教えるのが難しいなって感じることがあるところです。幼稚園のね内容とはいえ、そのホームスクールでね使っているカリキュラム自体は大人に
対して書かれている説明がね書かれているものだったりするんで、なんか読んでいてよくわからないなとかっていうのが全然あります。そういった時に、辞書をね使って調べたりもするんですけど、それでもわからなかったりした時に、もう情けないな自分ってイライラする時もあります。でもホームスクール自体は夫とねチームでやっている、と思っているんで、自分が調べてもわからないところとか、ちょっとこの解釈だと微妙かもなっていうところはもう夫に聞いてっていう風にしています。特に英語の発音に関してはもうすでにね息子から訂正を受けているぐらいなんで、もう発音はお父さんから学んでねっていう感じで、私たちはしています。だからといってもう私が全く発音しないとか教えようとしないっていうわけではないんですけど、やっぱり息子は私と夫のねその協力体制っていうのを見て、人って得意なこともあるし、得意じゃないこともある。だけど別にもう得意な人がいるんだったら、その人に頼ることっていうのは悪いことじゃないっていうのは、その私たちのね関係を見て学べているといいなとは思います。はい、今日は、私たち家族のホームスクールのリアルについてお話をしました。今日の話は特に関係なかったなっていう人も多いかもしれないんですけど、最後まで見てくれてありがとうございました。またチャンネルでお会いしましょう。バイバイ。